おはようございます。さくらです。今日はエアフライヤーを使って簡単に作る唐揚げを作っていきます。エアフライヤー用の衣の付け方マスターしてもらえれば他の食材でも代用できますので、ぜひこの作り方マスターしていってみてください。それではスタートそしたらまずは鶏もも肉の下処理する前にこれ常温に出しておいてください。常温になるべく出しておくと加熱時間を短く済むので、最初材料準備する前に冷蔵庫から出しておきましょう。で、冷蔵庫から出した状態で最初に調味料と衣の準備していきます。まずは衣の準備です。で、どうしてこれを衣を使うのっていうのはエアフライヤーで焼きながら紹介するんですが、まずこの衣を準備していきます。まず片栗粉 30g。この小麦粉でも大丈夫ですが、私は片栗粉で表面サクッと仕上げた方が好きなので片栗粉を使っていきます。そこに同量の油 30g 大さじ2入れます。で、今日は癖の少ないオリーブオイルを使ってますが、サラダ油とか米油でも大丈夫です。それからお塩を1つまみは人差し指、中指、親指の3分の指でつまむ量ですね。それから胡椒を2、3、4、5ゴリゴリ適量ですね。入れたらこれをしっかりと混ぜておきます。で、ここで片栗粉と油の、エアフライヤー用の衣を作っておくんですね。こうすると油と、衣とお肉が混ざった時にしっかりとこの衣がまとわりついてカラッと揚がってくれるので、最初にねこれを準備しておきます。衣に味をつけている理由として、少し表面油っぽく仕上がるので、ちょっと味薄いかなって感じる時があるんですよ。同じ塩分量だったとしても。なのでここで少し塩を混ぜておくと表面が味の輪郭がはっきりしてくるので、食べた時に同じ塩分量でも味濃く感じるんですね。なので衣にも少し味をつけてます。これで OK です。こんな感じの液体になりましたね。唐揚げ粉には見えないですよね。で、エアフライヤーなのに油こんなに使うのと思いますが、大丈夫です。仕上がりで油がどれだけ抜けたかも見ていきますんでね。それではこれは一旦置いておきます。そしたら鶏もも肉を下処理するボウルを用意して、ここに鶏肉の下味入れていきます。鶏もも肉1枚に対して醤油小さじ1杯、それからお砂糖も小さじ1杯。これだけで大丈夫です。めっちゃシンプルじゃないですか。これで本当に美味しくなるのって思いますよね。大丈夫です。安心してください。めちゃくちゃ美味しいです。はい。で、これも一旦置いておきます。今日はちょっと醤油を効かせた感じにするんですね。っていうのもエアフライヤーって普通に揚げるよりもこうメイラード反応がつきにくいので茶色っぽく見えないんですよ。なので醤油小さじ1って塩一つまみと同じ塩分量なんですね。なのでもし塩唐揚げみたいな素材の味を生かした唐揚げを作りたいときはこれ塩一つまみにしても大丈夫です。で、お砂糖を入れている理由としてコク深くするためですね。これがあると色がエアフライヤーで使ってもちゃんと唐揚げみたいな茶色っぽくなる色になってくれるので、これを入れてますね。そしたら今日の主役、もも肉の下処理です。もも肉1枚をカットしていきますが、今日 350g ぐらいのもも肉使っていきます。で、最初にやってほしいのがペーパーを使って表面の水分をしっかりと拭き取りましょう。で、この水分が残っているとなかなかカリッとね、特に皮目の部分はうまくカリッとしないんですね。なのでしっかりと表面の水分を抜いてください。で、不要な水分を抜いて必要な水分を入れる、下味を入れる。その方が味も馴染みやすくなりますので最初にね、しっかりとね、拭き取っていきますね。で、こうすると味もしっかり染みやすくなり、さらにカリッと仕上がります。よいしょ。拭き取るだけで結構取れますよね。なのでこれを取っていきますね。これが臭みの原因にもなりますしね。これ袋詰めされてたりパックで出たりすると表面がちょっと酸化してちょっと臭みも出るんでね。そしたら鶏肉の余分な皮の部分とか血合いの部分とかを切り取っていきます。今日は皮ごと一緒にいきますね。で、この皮が唐揚げの美味しいところってこの皮目がパリッとしているところだと思うんですよ。なので、皮はね無理に取り切らなくても大丈夫です。黄色いところとかね、脂肪の部分とか、あとはこういう血合いの部分とかをね軽く取っておきましょう。あと骨がないか確認してね。そしたらいつもやってることで申し訳ないんですが、鶏肉をパタンと倒してこのプリッとして
ところが人間でいうふくらはぎの部分、そこからシュッとしてるところが人間でアキレス腱なんですね。で腱のところは結構こうやって筋がいっぱい入ってるじゃないですか、こういう風に。でこれ食べると結構ゴリッとして口当たり悪いので、私はね包丁のこの先を使ってしっかりとプスッと置きます。プスッてザクッて聞こえます。これが筋が断ち切れてる音なので、こうすること、これだけでね食べやすくなるんですよ、もも肉。なのでこの筋の部分を中心にねザクッと筋を断ち切るように、これ真下にこう刺すと包丁まな板穴開いちゃうので、必ずこう斜めに断ち切るように、これだけでね柔らかくなりますんで。よっ OK です。そしたら少し大きめの一口サイズカットしていきます。私はねここの部分でまずねここから半分にカットしてます。横半分ですね。でなるべくここでのポイントは大きさを揃えることですね。大きさを揃えると加熱時間も一緒になるので、大体でいいです。大きさを揃えてカットするように意識してみてください。じゃああと3等分ぐらいかな。よいしょ。こんな感じにね。でちょっと大きめに切ってあげた方が肉汁が残りやすくてジューシーに仕上がります。食べた時ちっちゃいとどうしても水分が揮発しやすいのでちょっと硬くなりやすいんですね。なので少し大きめ、気持ち大きめぐらいで大丈夫です。でなるべくサイズを揃えるように。よし OK ですね。だいたい7等分ぐらいになりました。よし OK です。そしたらこれを先ほどの下味の調味料この中に入れていきます。全部これをしっかりとね揉み込んでください。この下味が全体になじむように。下味本当にこれだけで大丈夫って思うんですが、安心してください。ちゃんと旨味もコクも出て美味しい唐揚げできますから。これちょっとね揉み込むように。そうすると鶏肉の繊維も壊れてね柔らかく仕上がりますので、ちょっと揉み込むように。そうしたらなくなりましたね、水分がしっかりと。で少しこうネバッとしてきてるの分かります？こう表面がこう水分がタンパク質と塩分がこう一緒になってこうちょっとねネバッとしてくるんですよ。そうしたらここにさっきのやつ、これで蓋をします。なので別々の容器で作ってるんですね。でこっちに移し替えます。こっち入れてもいいんですけど、こっちにね移し替えちゃいます。下味をつけたところにこれで蓋をする感じです。で最初に全部混ぜてやると下味は下味として機能しなくなっちゃうんですね。なので下味をつけた後にこれでしっかり蓋をするってイメージです。でこれの水分がなくなるまで、水分というか油とこの片栗粉がなくなるまで、見てください。なくなってきましたよね。まとわりついてなくなりましたね。そうするとエアフライヤー用の唐揚げの衣ができます。よし、これで OK です。そしたらこのまま5分ぐらいこのまま置いといてください。5分ぐらい置いておくと鶏肉が室温に戻ってくるっていうのと、あとこの混ぜた片栗粉が鶏肉に馴染んでくれます。そうすると剥がれにくくなってくるので、しっかりと馴染ませるために5分ぐらい置いておきます。ちなみに今日の唐揚げ、これは基本の唐揚げだと思ってください。なのでここにニンニク効かせたり生姜入れたり少しね隠し味のオイスターソース入れたり、みんなのアレンジができます。これはあくまでもベーシックなスタンダードな唐揚げになるなってイメージで、今日はエアフライヤー使ってどういう風に唐揚げになるか見てほしいので、めちゃくちゃスタンダードな唐揚げを作りますので、はい、皆さんのアレンジ楽しんでください。で入れるときは必ず下味のところに足してください。油の衣は常に一定です。下味のところでちょっといろんな調味料入れたりとかして衣は一定で大丈夫ですね。それでは5分経ちましたのでエアフライヤーに行って、まずエアフライヤーの注意点なんですけど、ここの隙間15センチ以上上げてください。じゃないとこれがうまく熱が排出できなくなっちゃうので15センチ必ず上げて、で乗せる時にポイントがあって、皮でこう包むように、皮をちゃんと広げてこう包むようにこのまま丸めて置いていきます。で今日は6リッターのこのタイプ使ってるんですけど、小型だとちょっとね1枚入れるとパツパツなんですよ。でうまく来ない、循環しないので、ちょっとね余裕を持って大型の方がやっぱ私は使いやすいかなと思います。でもし
4リッターぐらいの小さい方で作るときはまあ1枚だったらギリいけるかな。でももしもうちょっと作りたいというときはね、2回に分けて作った方が安心ですね。これ皮を広げてやらないと皮がうまくパリッと仕上がらないんですよ。なので必ずこう広げながら入れてください。よし、 OK ですね。こんな感じです。で全部入ったらこれを調理時間ですが200度10分でいきます。でっていうのもこのこそり今日は使ってるんですが、こそりのこのちょっと見てもらっていいですか。クイックモードとかあるんですけど、これいっぱいあるじゃないですか。これ覚えると大変じゃないですか。なので私はもうノンフライの200度固定にしてるんですよ。でよくあるのがここで余熱使いますかとかあるんですけど、基本的には使いません。もうこのままノンフライで200度10分っていうのも、これオーブンと違ってエアフライヤーなんでこう風でこう火を入れていくんですね。なのでわざわざ余熱をしなくてもちゃんと美味しく仕上がるかなと思います。あとよくあるのがこういうねシートを網の下に入れると汚れないから楽ですよとかあるんですけど、それやっちゃうとエアフライヤーってこの下からも空気が抜けて循環するようになってるんですよ。その穴を塞いじゃうんですね。穴っていうかこの空気の通り道を塞いじゃうんですよ。なのでこの下にエアフライヤーのこの網の下にクッキングシートを引くのはあんまり推奨されてないんですね。故障の原因にもなりますし。なのであとじゃあアルミホイルをね敷いて、ここのアルミホイルを空気の通り道を作ってやればいいじゃないかと思うんですけど、アルミホイルは絶対やめた方がいいです。というのも油が落ちてアルミホイルのところに油が溜まった時に油が高温で熱されます。そうすると火事の原因になるんですね。なのでアルミホイルは絶対にやめた方がいいです。というのを踏まえて私は今日はこれを200度10分で火を入れていきます。それではノンフライの200度10分で調理スタート。それでは10分後ポッポン。網の上でこれを使うんだったらまだこういう風に空気の通り道ができるので、必ずねこれ使う時も空気の通り道は残してあげてください。で軽いものを乗せちゃうとこれ飛んでっちゃうので、飛んで上にやると火事の原因になっちゃうので、もし軽いものを乗せる時はちゃんと重しを乗っけてください。で安全に使った方がいいですね。ちなみにクイックモードって結構いろいろありますが、実は性能全部一緒なんですよ。時間が違うだけなんですね。なんで使う時はノンフライだけでいいかなって思ってます。でこのドライとかベイクとかはこの風量が抑えられているので変更する必要はあるんですけど、しなくても美味しく仕上がりますので、まずは200度10分で固定して、詳しくはこちらの動画がね分かりやすいと思うのでこちらの動画で見てください。はい、ちなみに衣に油を入れている理由なんですけど、これって熱風でこう火を入れていくんですけど、最初に衣に油がないと表面ガビガビになっちゃうんですよ。そこから鶏肉の脂が出てきたとしてもそのガビガビは硬いままなんですね。なので最初に油をしっかりとまとわせてあげる必要があるんです。でそうすると全然ヘルシーじゃないじゃんって思いますけど、しっかりと美味しく揚がってさらに油も下に落ちていきます。なので少ない油でより美味しい唐揚げができるのが今日の唐揚げの衣なんですね。はい、できました。そしたら一回見てもらって、いい感じじゃないですか。いい感じに揚がってないですか。唐揚げっぽくないですか。そしたら温度計を使って一番大きなの1個刺してみてください。60ちょいかな。芯温が75ぐらいはいきたいんですね。もうちょいかな。ちょっと中心部分がまだ75いってないやつがちょっとあったので追加で2分ぐらい加熱しておきます。ちょっと75いってなくてもちょっと表面がカリッとしてないなって時は追加で2分ぐらいやっても大丈夫ですね。そうすると表面の水分が飛んでカリッと仕上がります。 OK です。めちゃくちゃ唐揚げじゃないですか。外もカリッカリなの分かります。ちゃんと唐揚げじゃないですか。すっごいこれとか超唐揚げ分かります。聞こえますか。ちゃんと唐揚げ。そしたらこれを一旦引き上げていきます。ちゃんと唐揚げじゃないですか。持った時にカリッて言うんですよ。これがめっちゃ美味しい。めちゃくちゃいい感じの唐揚げじゃないですか。ほらプリプリ。このまますぐに食べてもいいんですけど、ちょっとね5分ぐらい休ませると肉汁も安定して、かつ中心部分も火が減っていくんで5分ぐらいね休ませてください。その間に油がどれぐらい出たか気になりません？気になりますよね。じゃあ
これ油がどれくらい出たか見ていきましょう。ノンフライヤーがなんでヘルシーって言われるか、ここで一回入れてみます。そうすると 30g の油を入れて 25g ぐらい、鶏肉によってはね 30g ぐらい返ってくるんですよ。これすごくないですか？なので油を入れてちゃんと美味しく作ってるのに結構油出てくるんですよ。なのでヘルシーって言われるんですね。ちゃんと落ちてくれるから。断面見てみたいと思います。うまそう。見てください、このジューシーな感じ。見えます？エアフライヤーと作ったと思えないぐらいみずみずしくジューシーじゃないですか？ジューシー。こうやってやると滴り落ちるぐらい。それでは熱々の唐揚げ味見させていただきます。いただきます。うまっ。ジューシーでしっかりと唐揚げになってますね。めちゃくちゃうまい。皮目ザクザク。もちろんちゃんとした揚げ物と比べるともちろんちょっと揚げ物感は少ないかもしれないです。ところどころがもうエアフライヤーなんで少しねちゃんと揚がってない部分あったりもするんですけど、油の落ち方見てもらったじゃないですか。見るとヘルシーだけど揚げ物を食べたいっていう時は僕はいいんじゃないかなって思いました。それぐらい揚げ物と全く一緒かって言われたらそうじゃないけど、ヘルシーだけど揚げ物を食べたいっていう時にはこれはねすごくいいレシピになったんじゃないかなって思います。それでは今日もいただきました。グーです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。食事処さくらでした。この暑い夏エアフライヤーとかもねうまく使って乗り切ってください。一緒に夏乗り切ろうね。バイバーイ。唐揚げってもみもみって CM 流行ったじゃないですか。なんでそんな冷めた目で見ないでいいじゃないですか。ありましたよ。音痴とか言わないでください。もみもみ唐揚げ作るのもみもみみたいな。なんすかそれ。嘘でしょ？嘘でしょ？あったっすよ。桜市限定？そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。もみもみ。そうですか。世間知らずってことですかね。知ってる人いるのかな。いたらコメント欄で教えてください。はい。